年中行事覚書8柳田国夫神送りの起源村々の社の神が遠い出雲の国へ旅をなさるという言い伝えはいつの頃どういう風にして始まったろうか。これは学問の上からも大切なまた興味の深い問題である。なんとなれば中古数百年間の常の人の精神生活すなわち書いたものに少しでも現れていないことがこの方面からおいおいに分かってくる望みがあるからである。それを伺い知る手がかりも全くないというわけではない。ただ今までこんなことに気を止めぬ人が多かっただけである。私などの今心づいているのは、第一には神のお立ちとお帰りの日に決まって高い大きな風が吹くということ。これがいわゆる神無月の始めと終わりとに限らず、下月23夜の大四候吹きがあることは前に述べた通りであり、さらに12月に入っても8日吹きがある。北は秋田県の横手付近から日本海岸はずっと南の方まで、佐渡の島にも飛騨の白川村あたりにも海辺も山奥も一様に、これを来年お作柄の良い知らせのように思っているところは少なくない。一つの珍しい話は、ハリセンボンという一種の小さいフグがこの日の風に吹かれて数多く浜に上がってくる。それが目立った自然の現象であるためか、これを拾ってきて魔除けにしたり、またいろいろとその由来を説く昔話を語り伝えたりしている。そうしてこの8日の節日をハリセンボン、またはハリセーボとさえ言っている人がある。それでなくても全国を通して、この日は仕事をせずに休む日だったのだが、そういう中でもことに針を使うことを忌み嫌い、針供養と称して針を豆腐とかこんにゃくとかいう柔らかいものに刺して一日休ませ、または折れた針は溜めておいてこの日川に流し、縫い物をする女の子の集まるところなどでは、焼いた餅を備えて小さな祭りをしていた。針フグが8日吹きの風に吹かれて、浜に漂着することを知っている土地だけにこの風習があるのなら別に不思議はないけれども、現在は針供養の名と行事が、ほぼ全国と言ってもよいくらいに行き渡り、さらにこの12月の8日に対立した旧2月の8日に、これとよく似た針供養をするところが、関東東北と九州の南の端とにあるということは説明を要する。島根県の一部には12月の8日以外に、2月の8日をも8日吹きといい、針箱におやきの餅を備える例もあるというが、この日も風が吹きハリセンボンが寄るということはないらしい。年にただ一遍ずつ絶えず繰り返されている年中行事には、あるいは特別によその土地の感化を受け、何か新たな社会事情の変わり目に少しずつ今までのしきたりを改める傾きが大きかったのではないかと思う。旧2月と12月との8日の節句は、東京付近ではこと始め、こと納めなどといってかなり大切な祝祭日の一つだったことは300年来の記録にも現れており、今日もまだ多くの府県に同じような風習がある。これは神々のお立ちお帰りの日とは違って正式の食物のこしらえ方に決まりがあり、また領土の行事が互いによく似ていた。この日してはならぬといった物意味の範囲は広く、決して女の子の縫い仕事だけではなかった。ただ現在地方的に違ってきている点は、関西は一般に12月の8日の方を重んじ、2月の方はもう守っておらぬのが普通なのに反して、奥羽の方に行くと特に2月に力を入れ、また九州も南端の一小部分には、2月の方の行事がなお認められている。その中間において、関東地方とこれに隣接するやや広い区域が、領土の8日節句を相対立するものとして、等しく休みまたい割っているのであった。こういう地方の違い方からも、生活様式の推移段階が、だんだんに分かってくるもののように、民族学の人々は考えているのである。村々家々の神が、一年のある期間だけお留守になるので、その後先にお祝いをするという考えが前にあって、その行く先を出雲の国へと思うようになったのが、その次の変化ではなかったかと私は見ている。並べるならば例はまだいくつかあるが、
例えば越後の米山の神なども、現在は薬師様として祀られているが、確か12月の8日に立って出雲へ薬の調合に行き、4月8日にはお帰りになると言って、その日が参拝の日であった。宮城県内のそちこちの村で聞いているのは、神のお太刀が12月の8日、お帰りは2月8日となっていて、これもやはり出雲へ往復なされるように今は思っている。九州その他の神無月を中心とした神の旅でも、土地によりまた神によって、出発と帰還の日が全く同じではない。3日5日の差ならば遅刻早引けの類とも見られようが、こんなに事実をことにしては、まず集会という説明は成り立たぬのである。すなわちある期間の神々の不在は、別に土地ごとの理由に基づくもののあることが考えられるのである。もっと多くの類似が出てくるとよいのだが、愛知県の東部、三河の南志良郡のうちには、9月みそかの神送りの宵を、田の神送りと呼んでいる村がある。それから東に来て静岡市の周りでも、やはり同じ日を田の神送りと名付けて、元は家ごとに餅をつき、あるいは小豆飯を炊いて祝い事をしていた。この2つの中間地帯、ことに天竜川の流域などは、他の神とは言わぬがこの日の神送りが近い頃まで盛んで、あるいはこれをことの神送りとも呼んでいた。出雲への旅行をいう他の地方の神送りと違うのは、ここでは1ヶ月過ぎての神迎えの祭りというものが全くないことと、その神送りの式がよそでする虫送りや、病神送りの行事とあまりにも近いことであった。ところが同じ天竜川も上流に遡って、信州の部内まで入っていくと、ことの神送りの行列その他は同じであって、日だけが12月の8日と2月の8日になっているのである。私の介したところでは、1年の祭りの終わりを神送りと言ったのは古い名で、それは至って低調な行事であったゆえに、元は旧10月1日の前後から、この12月8日まで続いていた。しかるに一方には遠くから入ってきた恐るべき害をする神々を、祀ってなだめて送り返す式が始まり、それが都風の極めて華やかなものだったために、こちらは押されてだんだんと送るとは言わなくなり、たまたま残ったものは、その華々しい悪人祭客の式を真似するようになってしまった。だから神無月の終わりの日、もしくは11月の初めの日を、神迎えというには理由がなく、また現にそう言っているものは少ないので、そこはただ一つの区切りであり、大祭の準備の一段と進行する時であったゆえに、何か変わった式が昔からあったの。公正祭りの日を早めてしまってからも、いつまでも忘れずにいたのかと思う。神迎えという語りが、もしも送りに対して用いられるとすれば、それは次の年の2月8日とする方が古い考え方であろう。佐渡の農村などは一体に、2月上旬の1日を祭り始め、12月8日ではないが、その前後の式日を祭りじまいとして、それに先立つ幾日かが物意味であった。暦の本が田舎に行き渡るまでは、昔の人たちは月の姿によって日を数えていたので、少しずつの日の違いはできたが、大体に初冬の10月10日までは亥のこの日に対して、2月は月始めの10日前後が、新しい稲作の支度にかかる日であり、同時にまた祖先以来の神の力を思う日でもあった。今でも広く知られている2月2日の旧末日なども、これを考えると私たちには意味が深い。東北では2月のこと8日の次の日をやさらと称して、8つの皿ににこり酒をついで祝い事をする風がある。この日を咲くはじめという例は信濃にも岩見にもある。丹後や稲葉で春亥の子というのも、この2月初めの亥の日であって、共に電波に出て工作の真似をした。すなわちこれもまた民間の記念祭で、この日こそ本当に古来の神をお迎え申す日だったのである。